ちょっと恥ずかしいよね。ありがとうございます。それ音落とすやつなんや。知らんかったまあ帰りがけやけんさ、あれしよう、昼飯食って店戻ろっか。先輩のお店がそこにあるから、そこで飯食って帰ろう今日は靴と指輪が一緒です。取った。いらっしゃいませ。専門学校。専門学校のハミド。友達がいない2人。それを俺はどんぐらい食べるの？いいね。これ140gなんですか？ちょっとかっこつけた落としてほしかった。今ステーキ19年ぶりやろ。こういう状態でつながるとちょっとこうなるけど。失礼します。そうそう。これダメよ、今日あげたら。違う違う、これ違う、これ量置いとってこう。あ、重たくなってきた。
ありがとうございます。パラパラっと食べた。了解。そうだ。ここで6500円とか。そうやろ。お腹いっぱいになったね。いい先輩や。あ、昔からあんな感じ。いい先輩よ。まあ専門学校で先輩ってあの人しかおらんけんね、俺の中で。みんなやめとるよ。好きなことを仕事にすることってめっちゃ難しいと思うよ。料理が好きでさ、料理の仕事つきたいと思って今までずっと料理しよったとしてね、プライベートでも。で料理の世界入って料理を仕事にしてしまったことで、もう料理が嫌いになって仕事も辞めて料理を作るのもやめる人って多分いっぱいおると思うよ。数パーセント未満やろうね。自分が好きなことを仕事にして食っていく人って、ほんとごくわずかやろうね。きついもんね、やっぱ。ほら朝倉でこうちに来てくれたりするやん、お客さんとかが。実際こういうとこもあるのを発信じゃないけど知ってもらえた方が食事だけじゃなく楽しめるよ。せっかく来るんやったらさ、なんかちょっと見れるとことか非現実的なとことか見た方がもっと思い出に残るし、また来たいってなるかもしれないし。ちょっと恥ずかしいよ。襟を立てる。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
何を？ああ、じゃあいいかい。来たら切るわ。取って。取って。うん。在学生に対してに日曜とサラダ。おばさんの出し巻きちょっと待ってくださいよ。カウンターが必要ですね。どうぞ確認してもらえば。乾杯。東京から来ました。このためだけに。大半だし巻きしかやってねえ。どこの人やろ大半。で4切れにしよう。
15年15年ぐらい前だそうです。お寺とか神社の会合の後にここに皆さんで一杯というのが多かった、昼間から空いてる飲めるとこないから、それが来始めた。何がいいかな、餃子蔵かな。もうワンとか。いや、筑川じゃないな。あ。どうか。ではか。られてない。はい。I want to eat this. Yeah. So today I'm come here, airport Incheon. 네. みんなさ、あれよね。何の取材か分かってないけんね。マジタイミングが悪すぎた。本当に。取りたくなるよって僕がなるとね、多分トマトの入れに僕のサクサク、あと爪がちょろっと入ってる。食用じゃなくないんですよ。切れる包丁であげます。これを見つけにしたことがない。美味しいかわからない。生を3杯とコーラ1杯と明太出します。4のレモンサワーと明太。お願いします。ちくわ入ったな。ああ、なるほどね。
そのパン屋さんですからいいですか。かかってきたんじゃない？発信したら、でマルシェなんかあるやん、市役所の前でイベントとかその時に前のその顔の肩をバーンってやって歌手さんだけやっただけで赤ちゃんの手元だけはつなぎ目にしてもらわない感じ。俺ちょっとお箸の持ち方と食べ方が聞きたいな。マジうまい。違うやんじゃあ。外国寿司行こうや。四国米もう頼む。いい。いいね。プリプリがいい。ごちそうさまです。どうでした？じゃあ頑張ってください。カツ丼ちゃんぽん。ちゃんぽん。からのカツ丼。いくっすね。わかりました。こんばんは。入れた。たくさん食べよう。あれよりも知らない。うん。うまい。迷っとったもんね。いいね。ちゃんぽんうまそうや。ありがとうございます。はいはい。公園とこ？天城公園のあ、昔の公園。同じ公園。あっち。夜食べたくなったらチャンネル一人で営業するけん。よし。そうそう、なんかいいって。うん。絶対うまい。うん。行くよ。これが金足食だよな。やっぱ来たくなるけんね。
したくなるね。やっぱ梅県ね。いつもありがとうございます。またお願いします。はい、ありがとうございました。よっしゃ。ザッ。もう大雨。あ、これ ML ナレーションで心の声で深夜食堂うまいっすか？めちゃくちゃうまい。美味しい。いいよ。 YouTube はうん。なんで始めるんですか？あ、チャンネル？はい。いや本当は一番最初ね、マジで周りからチャンネルしたらいいとか言われよったけど、嫌やったと。その自分のチャンネルはしたくないって言って、なんか自分のチャンネルしたらもう YouTuber やん、だけん料理人じゃなくなるとか言いよったんやけど、なんか YouTube を見てね来てくれる人が増えてから、これは多分そんな誰にでもできることじゃないのかなっていう思ったっちゃん。料理人の中で料理人しながらその YouTube やっていろいろこう発信できるっていうのは料理人の中でも多分限られてくると思うけん、せっかくそういうチャンスがあるんやったら、その YouTuber って言われたくないとか、そんな、ね、変な料理人のプライドは捨ててやれることやってみようと思ったのがきっかけ。やっぱり出て感じて、出てなんか来てくれた人が YouTube 見ました、全国から来てくれるやん。最近海外からも来てくれるし、韓国の人とかも多いし、みんなその YouTube をきっかけで来てくれてさ、なんか一緒に写真撮ったりして思い出作って帰ってくれよるけん、それならせっかくできることやけん、いろいろ YouTube をやって発信して、こういう世界ですよっていうのを出すとともに、いろんな挑戦しようかなと思ってるから、それも見てもらったらいいかな。そんな感じで YouTube のチャンネルを立ち上げることになりました。以上です。現場からは以上です。いつかさ、10年後20年後とかにさ、もし若い料理人が出とって、なんで料理人になったんですかっていうね、 YouTube で金谷食堂っていう人がお店があってみたいな言われたらそう嬉しいよね。絶対金谷食堂の動画見て食べ行って自分も料理人になろうと思いましたとか言われて、
そうなりたいね。